皆さんごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら下記の質問がありました。今回はこちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速いってみましょう。質問1、ルーター NTTRS500KelvinI の VPN サーバー設定の仕方がわかりません。一応説明書の通りやったんですが、この通りやってもポート番号とかわからず80とか適当にやってもダメでした。 iPhone 側も説明書の通りやったんですが繋がりません。何か足りないものがあるんでしょうか。2022年1月19日ということなんですが、これは実は私自身が Yahoo 知恵袋で皆さんにお聞きしたものです。今回も自作自演です。てへってろ。これは何がしたかったというと、外 4G 回線から自宅の NAS ネットワーク HDD にアクセスしてファイルの読み書きができないのかしらということがしたかったのです。私が購入したイオショのポケドラクラウドという NAS ネットワーク HDD にも外部から自宅のサーバーにアクセスする専用アプリというものがついていたんですが、古い機種なんでもうダウンロードできなくなっていました。別の機種用のアプリもあったんですが、これも全然動きませんでした。ただどうも外部から自宅の NAS にアクセスする方法はいくつかあるようで、専用アプリがなくても汎用的に一自宅のルーターを外部から VPN サーバーとして利用できるように開放設定する。磨いたら 4G または 5G などを含むモバイルデータ通信回線を使用して VPN 接続で自宅のルーターと接続する。 3VPN 接続できたらあとは LAN 内の固定 IP アドレスを指定して NAS と接続する。この3点を設定すればどんな NAS であろうとも専用アプリなしに外部から接続可能であることが分かりました。ということで早速設定に取り組んでみたんですが、これが一筋縄ではいきませんでした。まず Yahoo 知恵袋を見ても YouTube を見ても一言2言ヒントみたいなアドバイスがあるんですが、説明書を読めというぐらいの解説しかなく詳しい説明はありませんでした。説明書を見ろと言われても外から NAS に接続する方法とかダイレクトに書かれた説明書はないんですよね。しかも専門用語ばっかりでちんぷんかんぷんでした。ようやくルーターを VPN サーバーとして設定すれば外からアクセスできるかもしれないということがわかるまでに3日かかりましたよ。なんて不親切なんでしょう。しかしルーターの説明書なんてどこやったかもわからずネットでようやく探して熟読して恐れるルーターの設定を開いてみたんですが、これがまたインターネットにつながらなくなるのではないかとドキドキでした。さっぱり VPN でつながりませんでしたとほほ。バラにもすがる思いでYahoo 知恵袋に聞いてみたんですが、今回ポックさんという経験者の方から貴重なアドバイスをいただき無事使えるようになりました。ポックさん本当にありがとうございました。ということで外から自宅の NAS にアクセスする方法を NTTRS500KI という機種を例に1から10まで完全説明したいと思います。ちと複雑ですがぜひ見てください。それでは早速いってみましょう。ひとまずルーターの設定を開きます。 iPhone または PC からブラウザの URL 欄に 192.168.1 とタイプしてください。ルーターの IP アドレスは iPhone から設定 WIFI、IMARC、IPv4 アドレスのルーターのところを見ればわかります。2ルーターのログイン情報画面が出てきますので、ユーザー名とパスワードを入力してください。なお、デフォルトではユーザー名はユーザー、パスワードはユーザーとなっているか、ユーザー名、アドミン、パスワード、アドミンになっている場合が多いです。まあ、この設定は後で自分で変えた方がセキュリティ上大事です。ここでつまずくと残念ながら先には進めません。3ルーターの設定画面が出てきますので、詳細設定、VPN サーバー設定をクリック。ここで VPN サーバー設定がないルーターは
VPN 接続できません。諦めるか買い替えをおすすめします。4、VPN アカウントを作成します。編集をクリック。5、接続名、ユーザー名、パスワードを任意お好きに設定してください。ここでのユーザー名、パスワードは後で外から接続する iPhone などでの設定に使いますので控えてください。設定をクリックして保存してください。6、VPN サーバー機能欄の事前共有鍵のところの表示をクリックしてください。ここで表示された英数字を控えてください。後で iPhone で VPN 接続するときに使います。実はここが今回の話の肝で、なぜかコピペできないようになっています。私はスクリーンショットして Google フォトで OCR してテキストに変換してコピーしましたが、なんとここで間違ってしまいました。 OCR でも I の大文字と L の小文字が区別できず間違ってコピーしていたことが後で分かりました。このため VPN 接続できないことが後でポックさんの指摘によりようやく解明できたのです。解明できるまでなんと2日間もかかりました。全くわざと難しくしているとしか思えません。皆様もくれぐれもお気をつけくださいませ。なおその横の更新ボタンを押すとこの事前共有鍵が書き換わってしまいます。その時はまたコピーし直してください。どうもこの鍵がセキュリティ上の肝になっているようです。決して他人に教えてはいけません。8、VPN サーバ機能の起動のチェックボックスにチェックをつけます。利用する接続先はメインセッションにします。設定ボタンをクリックして保存してください。旧グローバル IP アドレスの確認。ルータの湾側に割り振られているグローバル IP アドレスを確認します。グローバル IP アドレスとはこのルーターに割り振られているインターネット住所みたいなものです。実は口述しますが、この IP アドレスは固定ではなく月1程度で変更されてしまいます。変更があるたびに iPhone 側の設定を変えなければならないんですが、それについても口述します。とりあえずグローバル IP アドレスの確認にはこのルーターの設定画面で情報、現在の状態、機器状態情報、湾側 IP アドレスがグローバル IP アドレスです。控えてください。10個のグローバル IP アドレスはルーターにアクセスしなくても実は簡単に確認できます。WI、FI 環境でブラウザで https www.whatsmip.com にアクセスすればルーターのグローバル IP アドレスを確認できます。11、IP アドレス通知設定。ルーターに BDNS 機能というのがあれば設定を変えなくても良いようなのですが、私のルーターにはその機能がありません。ただグローバル IP アドレスが変わった時にメールで通知してくれる IP アドレス通知設定というのがあります。通常外出している時にルーターの IP アドレスが変わってしまうと知ることは難しいんですが、このメールで知ることができます。 VPN サーバー設定画面下部にある IP アドレス通知設定のボタンをクリック。メール機能欄のメール機能の有効無効を有効にするにチェックをつけます。 IP アドレス通知機能が有効になります。サーバ設定 SMTP サーバー送信用のメールアドレスが使用する送信メールサーバーを設定します。グメールコムのアドレスの場合は SMTP グメールコム Yahoo COJP のアドレスの場合は SMTP メール Yahoo COJP のようです。ポート番号を送信メールサーバが使用するポート番号を指定します。グメールコムや Yahoo COJP のメールアドレスの場合はSMTP ポート番号は587のようです。差出人メールアドレスは送信用に使用するメールアドレスを入力します。認証設定 SMTP 認証の有効無効は有効にするにチェックをつけます。アカウント名は送信メールサーバにログインする際のユーザー名です。グメールコムや Yahoo COJP のフリーメールアドレスの場合はアットマークより前の文字列です。パスワードは
メールサーバにログインする際のパスワードを入力します。宛先設定。宛先設定では最大5つのメールアドレスを登録することができ、送信先のメールアドレスを設定します。送信可否のチェックボックスにチェックをつけます。ここ忘れやすいです。要チェック。Mac アドレスに送信先のデバイスの Mac アドレスを入力します。ここでは iPhone の Mac アドレスを使用しています。iPhone 8の Mac アドレスの確認方法は、設定、一般、情報、WI、FI アドレスに記載されているのがそれにあたります。宛先メールアドレス、送信先のメールアドレスを入力します。以上の項目を設定したら、画面下部の設定ボタンを選択します。設定を完了すると、完了確認メールを受信し iPhone にメールが届きます。このメールを受信することは、ルータに正常にメール通知設定ができたことを示しています。以上で IP アドレス通知設定及び VPN サーバーの設定は完了です。次に iPhone の VPN 接続設定方法に移ります。12、設定、一般、VPN とデバイス管理、VPN で VPN 構成を追加をクリック。13、先ほど控えたデータを記入していきます。タイプは LT2P を選択してください。説明、VPN 接続する名称です。自宅とか任意の好きな文字列を入力してください。サーバー、先ほど控えたルータのグローバル IP アドレスを入力してください。DDNS で取得している場合はドメイン名を入力できるようです。アカウント、先ほどの VPN サーバーに追加した VPN アカウントのユーザ名を入力してください。RSA セキュリットオフにしてください。パスワード、先ほどの VPN サーバーに追加した VPN アカウントのパスワードを入力してください。または空欄のままにして VPN 接続の都度入力するようにしてもいいです。シークレット、先ほど控えた NTT ルータの VPN 接続するための事前共有鍵を入力してください。すべての信号を送信。これはオンでもオフでもいいです。オンにするとすべて VPN サーバーを経由してからインターネットのネットワークにつながるようになります。オフにすると VPN サーバーの LAN 側のネットワークに接続するときだけ VPN を経由します。ここまで設定ができたら右上の保存ボタンをタップします。プロキシオフにしてください。 VPN の設定ができたら VPN のスイッチをオンに切り替えます。 VPN の接続が確立するとステータスバーに VPN が表示され接続時間が表示されます。一度 VPN の設定を作成したら設定をクリックするだけで画面からワンタッチで VPN の接続切断が可能になります。外から自宅の NAS に接続したいときはこの VPN をオンにしてください。これで iPhone の設定は完了です。次に NAS からのファイルのコピペ方法についてお知らせします。13ファイルのやり取りは基本 FE ファイルエクスプローラープロ有料610円というアプリをおすすめします。FE ファイルエクスプローラープロをインストールして設定してあれば標準のファイルアプリでもファイルのやり取りが可能となります。14 FE ファイルエクスプローラーを開きます。右上のプラスをクリック、 WDNAS クリック。表示名は任意の文字、自宅とか好きに入力してください。ホスト名、 IP アドレスは NAS のローカルの IP アドレスを入力してください。例えば 192.168.1.2 です。なお NAS の IP アドレスも固定に設定することができます。 NAS を設定するアプリを起動して設定してください。私の場合ブラウザの URL 欄に 192.168.1.2 とクリックすれば NAS の設定アプリが起動します。 FE ファイルエクスプローラーに戻ります。ユーザー名は NAS の設定アプリに設定したユーザー名です。パスワードも NAS の設定アプリに設定したパスワードです。ここは VPN に設定したユーザー名、パスワードとは違いますので間違えないようにご注意ください。以上のように登録すれば完了です。あとは今まで通りフ
ァイルのやり取りが可能となります。 VPN はオンにして使ってください。なおファイルアプリでも FE ファイルエクスプローラープロを指定すればやり取りできるようになります。以上で全ての設定は完了です。どうだったかな。分かってみたら簡単なんだけど、一つでもつまずくともうサドンレス状態になってしまうという大変厳しいものですね。大変難しいものなんですが、外から NAS にアクセスできると iCloud を使う必要もなくなり使いやすくはなりますよね。これでヤマダアウトレット店で安く買った NAS も役に立ちそうでほっとしました。笑い。以上です。